どうも、今日もゲームの世界へようこそ。ゲーム紹介担当のかやもりと、お供のずんだもんなのだ。お正月気分も抜けてきましたが、積みゲの消化は進んでいますか？遊びたいゲームはあるけど、年始のセールで散財してお金がないのだ。そこで今回は、1月11日まで開催中のスイッチ新春セールから14本を紹介します。最大 85% オフの超大作や、1000円以下で遊べる高評価インディーを厳選しました。お財布に優しいのは助かるから、今のうちに神ゲーを確保しておくのだ。それでは早速見ていきましょう。信号もルールも存在しない無法地帯を駆け抜け、己の本能のままにアクセルを踏み込む、バンアートパラダイス、リマスタード、83% オフの527円。1月11日まで、本作は広大なオープンワールドの街を舞台に、縦横無尽に車で走り回るレスゲームです。プレイヤーはパラダイスシティの住人となり、名声ランクの頂点を目指して走り続けます。街中の至るところにあるイベントを見つけ、ライバル種を破壊して勝利をつかみ取ります。ルール無用で最速を競い合う爽快感と、映画のようなクラッシュ演出がポイントです。街中の看板を全部なぎ倒して、めちゃくちゃに暴走するのが最高に気持ちいいのだ。その通り、実は街を破壊し尽くすことこそが、このゲームで勝つための近道なのです。走行中に特定のボタンを押せばショータイムが発動し、自車を転がして被害を広げます。車をゴロゴロ転がすだけで点数が入るなんて、僕のためにあるようなルールなのだ。その転がった状態で交差点へ突っ込み、周囲の車を巻き込んで被害総額を競うのです。レース中も敵車を軽い叩きつけるテイクダウンを狙い、強引に勝つのが醍醐味です。リアルな挙動よりも爽快感を重視し、車を壊すことに喜びを感じる方におすすめです。僕は誰よりも速く走るよりも、誰よりも派手に車を壊しまくりたいのだ。不思議な魔法の本の世界へと飛び込んで、愛らしい狐と共に冒険の旅に出る、ニュースパーラッキーズテイル、70% オフの700円。1月11日まで、本作は多彩なギミックに満ちた箱庭を、愛嬌ある狐を操って冒険するアクションです。奪われた時代の本を取り戻すために、悪の魔術師ジンクスとその手下へ挑みます。ステージに隠されたクローバーを集めて、新たな世界の扉を開く流れを繰り返します。誰でも楽しめる直感的な操作と、探索意欲をかき立てる収集要素がポイントです。地面に潜って敵をびっくりさせて、尻尾で攻撃するのがすごく楽しそうなのだ。まさにその穴を掘るアクションこそが、本作の謎解きで最も重要な鍵になります。主人公のラッキーは地面の下に潜ることが可能で、土の中を自由自在に移動できます。地面の中をスイスイ泳いで、隠されたコインを全部見つけ出してやるのだ。地中から勢いよく飛び出して敵を倒したり、隠し通路を見つけたりすることも可能です。ステージも 3D の箱庭探索だけではなく、横スクロールのアクションも用意されています。激しい戦いよりも探索を好み、温かい世界観のアクションで癒されたい方におすすめです。僕もラッキーと一緒に冒険して、たくさんのクローバーを集めてみたいのだ。呪われた大地に響く悲しき旋律を聞き、大敗的な美しさに満ちた静かな森を歩む、桃ドラ、月下のレクイエム、65% オフの578円。1月11日まで、本作はドット絵で描かれた呪われた国を、カエルの葉を武器に探索する 2D アクションです。蔓延数死の呪いを解くために、女主催の母となって呪いの根源である王を撃ちます。複雑に入り組んだマップを探索して、強力なボスを倒し新たな能力を得て進みます。ラフな世界観と高い難易度が織りなす、手応えのある戦闘バランスが強みです。可愛い見た目なのに敵が強すぎて、何度もやられてしまうのが悔しいのだ。確かに高難易度ですが、その理不尽な絶望を乗り越えるのが醍醐味でもあります。敵の攻撃は激しく一瞬の油断なしを招くため、回避行動のローリングが重要になります。敵の攻撃をくるっと避けて、カエデの葉っぱでペチペチ叩いて反撃するのだ。そうして敵の隙を突き、近接攻撃のコンボと弓矢による遠距離攻撃を使い分けます。道中で手に入るアクティブアイテムを活用し、自分好みの戦術を組むことも可能です。歯応えのあるアクションを求め、儚くも美しい物語に浸りたい方におすすめです。僕は絶対に諦めないで、悪い王様を懲らしめて世界を救ってみせるのだ。悠久の時を超えて自らの手で歴史を紡ぎ、偉大なる指導者として世界に名を刻む、シドマイヤーズ、シリアイゼーション6、80% オフの660円。1月11日まで、本作は石器時代から未来までの歴史を、自らの手で築き上げていく単性ストラテジーです。実在した英雄や指導者を選んで文明を導き、世界制覇という壮大な目標を目指します。毎ターンごとに都市の生産や研究を指示し、最適な一手を選び続ける判断を重ねます。あと1ターンだけと遊び続けてしまう、中毒性の高いゲームサイクルが決め手です。僕だけの最強の文明を作って、世界中の全部の国をあっと言わせたいのだ。その壮大な野望を叶えるために、区域という新システムが強力な武器になります。これは都市の機能を地図上に展開する仕組みで、地形ボーナスを最大限に活かせます。学校や市場をどこに建てるか悩んで、僕だけの完璧な都市計画を作るのだ。そうした地形パズルを解きながら、軍事だけでなく文化や宗教での勝利も目指します。無限に広がる戦略の選択肢こそが、多くのプレイヤーを寝不足にさせる原因なのです。じっくりと腰を据えて思考を巡らせ、自分だけの国家運営を楽しみたい方におすすめです。今日こそは寝ようと思ったのに、気づいたら朝になっていそうで怖いのだ。絶望に支配された祖国を取り戻すために、不屈の都市を燃やして巨悪へ立ち向かうウルフェンシュタイン2、
ザニューコロッサス 85% オフの660円。1月11日まで本作は敵軍に支配されたアメリカを舞台にレジスタンスとして戦う銃撃戦ゲームです。主人公のブラスコビッチとなり圧倒的な破壊力を持つ敵国軍を相手に大暴れします。様々な重火器を両手に抱えて敵をなぎ倒し次々と拠点を解放していく流れです。容赦のない暴力描写と重厚なドラマが融合した極上のエンターテインメント画角です。両手に大きな銃を持って走り回り悪い奴らをド派手にやっつけたいのだ。その暴れたいという願望を叶えるためにデュアルリールドという機能が存在します。左右の手で別々の武器を扱うことが可能になり戦況に応じた最適な武装で戦えます。マシンガンとショットガンを同時に撃ちまくって悪い奴らを蜂の巣にするのだ。そうして力でねじ伏せるのが基本ですが時には敵の指揮官を先に倒す戦略性も重要です。奇想天外なガジェットで身体能力を強化し戦場を縦横無尽に駆け回ることも可能です。映画のような熱い展開を楽しみつつストレス解消のために暴れたい方におすすめです。僕も最強の武器を改造して誰にも止められない無敵のヒーローになるのだ。サイレンが鳴り響く行動を舞台に大物と割れるものの極限のデッドヒットが始まるニードフォースピードホットパースリマスタード 83% オフの731円。1月11日まで本作は世界最高峰のスーパーカーを借り公道で最速バトルを繰り広げるレースゲームです。プレイヤーは無法者のレーサーかそれを取り締まる警察のどちらかを選んで走ります。広大なシークレスト群の道路を爆走しライバルとの競争や追跡力に勝利し続けます。単純な速さだけでなく妨害兵器を駆使した激しい攻防が楽しめる点がポイントです。僕もパトカーに乗って生意気なレーサーたちを全員逮捕して英雄になるのだ。その正義を執行する手段としてパッスとテックと呼ばれる専用装備が用意されています。スパイクベルトでタイヤをパンクさせたりレンジパルスで敵のシステムを狂わせたりできます。逃げる車の目の前にスパイクを置いて派手にクラッシュさせてやるのだ。逆にレッサー側も同様の装備で対抗してくるためゴール直前まで気が抜けない戦いになります。オートログ機能によりフレンドの記録が常に通知され自然と競争心が振られる仕組みです。リアルな挙動よりもアクション映画のようなド派手なカッチェイスを好む方におすすめです。僕の完璧な運転と秘密兵器の前ではどんなスピード違反も逃げられないのだ。愛する寿司の概念を守るため己の胃袋を極限まで酷使して宇宙の真理へと到達するそろそろ寿司を食べないと死ぬぜユニバース 50% オフの745円。1月11日まで本作は寿司を食べ続けないと爆発資産してしまう男を操る 3D ジャンプアクションです。何者かによって寿司への愛を消されそうになる世界で大いなる寿司の意志と共に戦います。コース上の寿司を回収して生存時間を延ばしながらゴール地点まで駆け抜けていきます。シュールで笑える設定とは裏腹に極めて本格的で爽快な操作性が楽しめる点が強みです。寿司を食べないと爆発するなんて意味不明だけど僕はずんだ餅の方が好きなのだ。残念ながら寿司しかありませんが食べた寿司の記憶が寿司ソウルとなり力を与えてくれます。攻撃力上昇やジャンプ回数の増加といった恩恵を受けさらに過酷なステージへ挑みます。お寿司を食べるだけで強くなれるなんて食いしん坊の僕にぴったりな能力なのだ。その強化された身体能力をフル活用し壁走りや空中ダッシュでアスレチックを攻略します。間違いなくバカゲーですがアクションの完成度は高く心地よい浮遊感が味わえる作品です。あらゆる世界観でリラックスしつつ手触りの良いスピードアクションを楽しみたい方におすすめです。僕も今日から毎日お寿司を食べて宇宙の平和を守るヒーローになるのだ。荒廃した世界に残された希望を求め多機能フックを片手に危険な廃墟を探索する荒野のハック 80% オフの493円。1月11日まで本作は終末世界を舞台にした探索型の横スクロールアクションゲームです。謎の組織を追って南へと旅をする主人公ハックとなり変異生物や武装勢力と戦います。広大なマップを行き来して新たな能力を手に入れ行けなかった場所を開拓していきます。スピーディーな移動アクションと歯応えのある謎解き要素の融合がポイントです。廃墟なんて危ない場所は嫌だけどお宝が眠っているなら話は別なのだ。そのお宝へ到達するための鍵となるのがエネルギーフックという万能なガジェットです。これは攻撃だけでなく遠くのスイッチを起動したり高所へ移動したりと多彩に使えます。便利なフックを手に入れたら僕は一歩も動かずに遠くのものを取って楽をするのだ。楽をするどころかハッキング能力でセキュリティを突破する頭脳的な探索も要求されます。レトロでダークな世界観ですが親切なナビゲート機能のおかげで迷いにくい設定です。探索アクションが好きで道に迷ってストレスをためるのは避けたい方におすすめです。僕の華麗なフックさばきでどんなに険しい廃墟もスイスイ攻略しちゃうのだ。街中の標識や看板の中を歩き平面と立体が交錯する不思議なパズルの世界を旅するチャペデストリアン 70% オフの615円。1月11日まで本作は非常口や道路標識に描かれたピクトグラムを操作する新感覚のパズルゲームです。看板の中に広がる 2D の空間を移動しゴールとなる扉を目指してひたすら進みます。バラバラに配置された看板同士をプレイヤー自身がつなぎ合わせ通り道を構築します。現実の背景と標識の中の世界がリンクしたおしゃれで洗練されたビジュアルが強みです。
看板の中に入れたら雨にも濡れないし誰にも見つからずに昼寝ができるのだ。昼寝をするいとまもなく、濃度と呼ばれる接続点を正しく管理し続けなければなりません。はしごや扉の位置関係を正しく把握し、矛盾のないようにパネルを配線する必要があります。あっちのドアとこっちのはしごをつないで僕だけの近道を作ってゴールするのだ。ゲームが進むと電気配線をつなぐギミックなども登場し、パズルの複雑さは増していきます。文字による説明は一切ありませんが、直感的なデザインにより誰でもルールを理解できます。美しい BGM に癒されながら、良質なひらめき体験を味わいたい方におすすめです。僕もピクトグラムになって街中の看板を渡り歩く冒険に出てみるのだ。挑むたびに姿を変える危険な迷宮で、最強の部分を求めて戦い続ける迷宮伝説。60% オフの792円。1月11日まで、本作はドット絵で描かれたダンジョンを探索する見下ろし型のアクション RPG です。呪われた王国の謎を解くために自動生成される広大な迷宮の採用を目指します。部屋に入ると敵が出現して戦闘になり、全滅させることで宝箱や通路が開放されます。簡単操作で大量の敵をなぎ倒す爽快感と中毒性の高い収集要素がポイントです。敵を倒して宝箱から最強の武器を手に入れて誰よりも強くなってチヤホヤされたいのだ。その強さを手に入れるには、武具に付与される特殊能力などのハクスラ要素が重要になります。手に入れた装備は拠点へ持ち帰ることができ、より強力な構成へと厳選を重ねられます。僕だけの最強装備を組み合わせてダンジョンのボスなんて一撃で倒してやるのだ。装備の強さだけでなく、敵の攻撃パターンを見切って回避するプレイヤースキルも重要です。冒険を助ける相棒の CA も育成可能で、共に戦った頼もしい戦力になります。何度も潜って装備を強化する過程を楽しみ、ドット絵の世界に浸りたい方におすすめです。次はどんなレアイテムが出るか楽しみで、今日はずっと迷宮にこもっちゃうのだ。空き缶たちが暮らす不思議な街で、言葉を使わずに心と心をつないでいくボックスビル。50% オフの699円。1月11日まで、本作は古びた機関でできた街を舞台にした心温まるパズルアドベンチャーです。突然の地震で愛犬とはぐれてしまった機関の主人公となり、街中を探し回ります。気になる場所をクリックしてアイテムを探し、住民たちの悩みを解決して道を開きます。一切のセリフがなくだけで物語が進むアニメ映画のような表現が強みです。館の住民たちが手書きのイラストで話しかけてくるのがすごく可愛くて癒されるのだ。その言葉を使わないコミュニケーションこそが本作のパズルを解く重要な鍵になります。住民たちは吹き出しの中に描かれた絵で要望を伝えるため、それを推察して行動します。絵を見て何が欲しいのかを当てて困っている館のみんなを助けてあげるのだ。そうして住民と触れ合う穏やかな旅なので、戦闘やゲームオーバーといった要素は一切ありません。手書き風のアートワークと優しい音楽が調和し、独特の寂しくも温かい空気を生んでいます。殺伐としたゲームに疲れ、少し不思議な世界でリラックスしたい方におすすめです。僕も空き缶の街に住んでのんびりと日向ぼっこをして過ごしてみたいのだ。滅びゆく村を救うため、3人の戦士が死を越えて魔党の頂へと挑むアスタワン。地球の涙。60% オフの880円。1月11日まで、本作は死ぬことで強くなるシステムを採用した探索型の 2D アクションゲームです。魔物がスクートーの謎を解明するために、能力の異なる3人の冒険者を切り替えて進みます。複雑に入り組んだマップを探索し、隠されたアイテムやショートカットを見つけ出します。レトロゲームの敬意を感じさせる、硬派で歯応えのある難易度が決め手です。3人も仲間がいるなら、僕は後ろで隠れてサボりながら塔のてっぺんに行くのだ。残念ながらサボることはできず、3人の固有スキルを使い分けないと先へは進めません。剣士で壁を壊し、魔法使いでスイッチを押し、盗賊で隙間を抜ける連携が不可欠なのです。面倒くさいからやっぱり帰りたくなってきたけど、死んで戻るのは怖いのだ。ところが本作では、死ぬことこそが最強への近道となる契約が交わされています。プレイヤーは力尽きる年のタイタンと取引を行い、能力を強化して復活できるのです。昔ながらの探索アクションが好きで、マップを埋めていく作業に燃える方におすすめです。僕たち3人の力を合わせれば、どんなに恐ろしい魔王だって絶対に倒せるのだ。森の奥深くに佇む館へと迷い込み、死と隣り合わせの謎を解き明かすザ・ウィッチズ・ハウス MV。60% オフの660円。1月11日まで、本作は異種も恐ろしい魔女の館からの脱出を目指す名作ホラーアドベンチャーです。少女ビワーとなって館に足を踏み入れ、仕掛けられた数々の罠や謎を突破します。館内のオブジェクトを調べてアイテムを入手し、正しい場所で使用して先へ進みます。一歩間違えれば即座に命を落とす、容赦のない即死トラップの多さがポイントです。可愛いお部屋に見えるけど、なんだか嫌な予感がするから勝手に触らないでおくのだ。その慎重さが正解です。不用意に壁の紙を読んだり、物を動かしただけで即死するからです。理不尽とも言える初見殺しの罠が満載で、プレイヤーに常に強烈な緊張感を与えます。やっぱり怖すぎるから帰りたいけど、セーブしないと今までのが無駄になっちゃうのだ。館には喋る黒猫がいてセーブさせてくれるので、何度も死にながら正解を見つけましょう。高解像度化されたリマスター版である本作では、ドット絵の表現力が大幅に強化されました。考察しがいのある物語を好み、驚かされることに快感を覚える方におすすめです。僕は怖くて震えが止まらないから、
お布団にくるまって端っこで見ているのだ。空間を切り裂くような防音とともに光のレールをどこまでも疾走し続けるサンタリズムバイオレンスゲーム 80% オフの399円。1月11日まで。本作はリズムアクションに暴力的なまでの速度感を加えた異色の音楽ゲームです。メタリックな昆虫のような磁気を操りサイケデリックな空間を猛スピードで進みます。レール上に現れる光のマーカーに合わせてボタンを押しカーブや障害物を突破します。プレイヤーの感覚を揺さぶる圧倒的な没入感とトランス状態が味わえる展覧会です。すごいスピードで景色が流れていくから目が回って何が何だかわからないのだ。その思考が追いつかないほどの速度と重厚な打撃音が融合して独特のトリック感を生むのです。ポップな楽曲ではなく不気味なスペシャルエディションに合わせてボタンを叩くリズムバイオレンスです。ドカドカ鳴る音に合わせてボタンを叩いて目の前の壁をぶち破って進むのだ。ステージの最後には巨大な顔のようなボスが登場し正確なリズム入力で攻撃を叩き込みます。ミスを許さない緊張感の中で完璧に操作を決めた時脳内物質が出るような快感があります。普通の音ゲーでは満足できず魂を削るような刺激的な体験を求める方におすすめです。僕の反射神経を限界まで研ぎ澄ませて光の彼方まで一気に駆け抜けるのだ。今回は以上になります。個人的な一押しはシドマイヤーズシリアイゼーション6です。あと1ターンと繰り返す地味さを迎えてしまう圧倒的な中毒性が最大の魅力です。僕も世界征服するまで絶対に眠らないで最強の帝国を作り上げるのだ。今後も最新のゲーム情報をお届けするのでチャンネル登録と高評価をお願いします。みんなの感想やおすすめも知りたいから気軽にコメントを残してほしいのだ。それではまた次のゲームの世界でお会いしましょう。